本動画は劇場版のネタバレを含みます。苦手な方はここで動画を閉じていただくようお願いいたします。機動戦士ガンダムシードフリーダム。映画が公開されて1週間ほどが経ち、YouTube の公式ガンダムチャンネルでは冒頭6分半の映像も公開されています。本作は20年越しのシードシリーズアニメということもあって、一度見ただけではとても気づけないファンをニヤリとさせる演出が多々存在しており、2時間弱という短い映画の尺でありながら、過去作からたくさんのオマージュなどが登場しています。そこで今回は映画に登場する細かな小ネタの中でも、公式ホームページには載っていない主要キャラ以外で登場した人物について見ていきたいと思います。まず冒頭6分半で早速登場したのが B のデュプレ。シードデスティニーでシンたちが登場していたザフットの心臓戦艦ミネルヴァのメカニックで、モビルスーツの整備を担当し、シンとも仲良くしていました。冒頭でアグネスがコックピットに乗り込む際に見られます。なお映画後半でシンがデスティニーに登場した後もコックピットに乗るパイロットを支える姿が見られますが、その際は一人で補助を行っていました。通常は1機体につきメカニック1人が補助だと思うので、アグネスがいかにメカニックの男性たちから人気が高いかがよくわかります。ちなみにミネルヴァには同じくメカニックのヨウラン・ケントがいました。ヨウランはリーノやシンと仲が良く、シードデスティニー第1話でシンが偶然ステラの胸を掴んでしまった際に、ヨウランがラッキースケベと言ったことから、ラッキースケベという言葉が世間に広まっていきました。しかしシードデスティニー最終話でミネルヴァの脱出艇が映し出されたシーンでは、悲しむ様子のビーノが映るもヨウランの姿が映っていなかったので、ヨウランはインフィニットジャスティスの攻撃で死亡したのではないかと言われています。公式見解が出ていないので真偽は不明でしたが、映画ではビーノが出るもヨウランがいないため、やはり死亡したのかもしれません。ただヒルダに助けられたシンがコックピット内でヒルダの胸を触るシーンが登場しているので、ラッキースケベは再び登場しています。ミーア・キャンベル。ファウンデーションの街頭映像で映し出されていました。アコードたちがラクスを引き込もうとしていたことを考慮すると、ラクスとオルフェが世界を統治していた時に備えてラクスの映像を流す中、しれっとミーアの映像も混ぜることであらゆるラクスファンを取り込もうとしたのかもしれません。実際は全て核で吹き飛ばされてしまいましたが、ラウル・クルーゼ。シードのラスボスであるラウはキラの脳裏に何度もよぎった人物。戦争のなくならないコズミックイラの世界を破滅させるべく、連合に核を使用できるようにするニュートロンジャマーキャンセラーを渡しました。ラウの言葉はキラを縛り続ける呪いのようになっており、アコードたちがキラの心を読み、その悩みにつけ込んで幻覚を見せていました。フレイ・アルスター。ガンダムシードに登場したキラの学友。色仕掛けでキラを戦いにのめり込むように仕向けるも、最後は罪悪感を持ちキラと和解しようとしましたが、話す機会も得られぬままプロビデンスに焼かれてしまいました。そんなフレイは回想シーンとして一瞬登場しています。ナタル・バジルール。元アークエンジェルの副長で、マリューとは考え方の違いから衝突することが多かったものの、優秀な戦術で戦う姿が見られました。回想シーンで登場しているほか、戦術バジルールという名前で登場しました。この戦術はシード第41話において、バジルールがドミニオンの艦長を務めていた際、ミサイルをあさっての方向に発射して設置してから時間は動き、時間がおとりとなって敵艦をミサイルの進路上に誘導、敵の警戒していない位置からミサイル攻撃を仕掛けるというものです。映画では天才アルバートが開発した新型装甲を用いた奇襲攻撃を繰り出していました。カズイバ・スカーク。キラの学友でオーブに寄港した際にアークエンジェルから退艦しました。シードデスティニーでは登場しなかったので何をしているのか不明でしたが、映画ではプラントのクーデターに関するニュースが報道される場面でオーブにいる様子が描かれています。サイヤーガイルとミリアリア・ハウ。元はキラの学友だった2人。映画ではカガリと共にいる姿が見られました。サイはシードではヤキンドゥーエ戦までアークエンジェルクルーの一員として戦い抜きましたが、シードデスティニーには登場しなかったので動向がわからなかった人物です。ミリアリアはシードデスティニーで戦場カメラマンになり、
後半ではアークエンジェルクルーになっていました。なお、この時、リアッカとは別れたことが明かされています。そしてトール系にシードで、キラとアスランの本気の死闘を繰り広げるきっかけになった人物です。ストライクを援護しようと駆けつけるも、イージスのシールド投げが直撃して死亡しました。トールは、映画で回想シーンとして登場し、キラの机の写真に写っています。また、映画でディアッカが登場したライトニングバスターは、トール=北欧神話の雷神=稲妻=ライトニングという言葉から来ていると推察されており、ライトニングバスターは、トールの死を忘れないという気持ちを感じることができます。ご当地巡りの画像では、リアッカとミリアリアが写っているものがあるので、もしかしたらよりを戻しているのかもしれません。ニコル・アマルフィ。ガンダムシード前半に登場したキャラクターで、アスランたちと共にアークエンジェル追撃を行っていました。アスランを助けるべく、ブリッツで特攻を仕掛けるも、ストライクに切られ撃墜されましたが、映画でも切られるシーンが回想として登場しています。レイザバレル。シンと共に戦い、最後は、デュランダルやタリアと運命を共にした人物です。映画内では登場した印象がありませんが、シンが後半で登場したデスティニースペック2の頭部アンテナがグレー基調になり、例のレジェンドを想起させるカラーリングのようにも見られます。基本的にフェイズシフト走行はカラーリングを自在に変えられるので、もしかしたらシンが例の思いをつなぐという意味でレジェンドに近いカラーリングで調整したのかもしれません。ステラ・ルージェ。ブラックナイツがシンの頭の中を覗いた際に出てきた守護霊ステラ。映画ではおよそ元来のシード作品とは思えない恐怖映像として飛び出し、シンを守っていました。シンに明日が来ることを願うステラからすれば、明日を奪おうとする者など万死に値するということなのか、もののけのように変貌したステラの姿に驚かれた方も多いのではないでしょうか。なお、このシーンは初代機動戦士ガンダムのドズルの背後に映る悪魔のオマージュということが、福田監督の X で明かされています。アンドリュー・バルトフェルドとマーチン・ダ・コスタ。ガンダムシードに登場し、キラが戦争の意味を考えるきっかけを作った人物であるバルトフェルド、そしてその副官のダ・コスタ。シード後半からシードデスティニーにかけてキラたちを支えていました。映画内では急進派のクーデターを抑えるシーンで登場しています。個人的には過去作での扱いから考えると、もっと登場シーンが多くても良さそうな気がしますが、そもそもエターナルが映画では少ししか登場していないので、演出が減ったのかもしれません。戸高一茶。オーブ軍人で家族を失ったシンを保護し、プラントに移住できるよう計らった人物です。映画内で戸高は登場していませんが、戸高仕込みの100発100外しという言葉が登場しています。これはシードデスティニーにおいて情勢の変化に伴ってオーブがザフトを敵としたため、戸高はミネルヴァを撃つように命じられました。しかし昨日まで恩人だったミネルヴァを撃つという命令は聞けないという感情から、建前上は命令通りミネルヴァを攻撃するも、部下たちに絶対に当てるなという指示を出していました。そのため映画では建前上はミレニアムがテロリストに強奪されたので攻撃を行うとするも、実際は友軍と分かっているので絶対に当てないということで、戸高仕込みの100発100外しと言われていました。なお、この時戸高は大将と言われています。オーブ軍の階級は自衛隊に倣っていて、一差の上の階級は将官になるので、シードデスティニーで殉職した戸高は階級が上がり、大将になっていると思われます。レドニル・キサカ。オーブ軍人でかなりのお付きの人物です。ウズミからの信頼が厚く、暁の存在を知っていた数少ない人物の一人でもあります。映画内ではファウンデーションの宇宙要塞へ侵攻し、ラクス奪還作戦を行う際、キラと共に突入していました。作戦前、ファクトリーに隠されているオーブ艦草薙が映し出されるシーンがあるため、そこからミレニアムに駆けつけてキラと同行したのかもしれません。シホ・ハーネンフーズ。元はクルーゼ隊に補充された赤服の女性でジュール隊の一員です。いわゆるモブキャラの一人でしたが、人気が高く、モビルスーツバリエーションでも登場するなど抜擢される機会が増えていった人物です。映画ではプラント最高評議会議長のラメントを急進派のクーデターから守るべくエターナルに移動した際に登場しました。なお、福田監督曰く、この時開校したイザークの母エザリア・ジュールは
司法、イザークの嫁としてふさわしいか値踏みするように似ているようです。御大将。絶好調である。最後はこの人物ではありませんが、マスコットロボットハロのネイビーカラー。そのボディカラーから、学生ネイビーちゃんと呼ばれていたハロがいます。ガンダムシード HD リマスター第19話において、ネイビーちゃんは鬼ごっこの鬼役になったので、目印として白ひげが描かれていたのですが、映画ではファウンデーションの要塞潜入時に他のハロたちと共に登場。まさかの小安氏のボイスで絶好調と叫ぶ様子が見られます。ネイビーちゃんの白ひげは単影ガンダムを連想させる模様なのですが、単影ガンダムにはその兄弟機である単影 X が登場し、パイロットのギムギンガナムをムーラフラガと同じ声優の小安氏が演じておられます。劇中では月光町であるというセリフが存在するのですが、月光町ではなく絶好調のように聞こえるということで、ファンからネタにされていました。しかし、ゲーム媒体では、このネタが実現し、絶好調であるというセリフが登場していました。それが、まさかの本作でも実現。ネイビーちゃんがノリノリで絶好調という姿が見られます。なお、シードで登場した白ひげネイビーちゃんの声優は、どなたなのかクレジットに記載されていませんでしたが、声を聞く限りは小安氏ボイスのようには聞こえません。しかし、劇場版では明らかに小安氏ボイスで絶好調と叫んでいることから、あえて仕込んであると推察できます。ということで、チラ見せキャラクター集でした。主要人物以外にも、要所要所で過去作の人気キャラたちが登場しているところも、本作の魅力の一つではないでしょうか。おそらく、他にもチラ見せキャラがいると思うので、ぜひ皆様が気づいたキャラや小ネタがあればコメントしていただければ嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本、動画を見ていただければ、とても嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。